はい、皆さんこんばんは。レイトナイトジャパニーズチャットへようこそ。みさきです。のぞみです。よろしくお願いします。ねえのぞみ、最近居酒屋行った？居酒屋？先月友達と行ったかな。なんで？最近ちょっと気になってることがあって、それは後で話すとして、そもそも居酒屋って聞いたことあるリスナーさんも多いと思うんだけど、聞いてる人の中には居酒屋って何っていう人もいるかなって。確かに日本独特な文化だよね。そうなの。簡単に説明すると、居酒屋っていうのはお酒を飲みながら食事もできるお店のことで、レストランとバーの中間みたいな感じかな。焼き鳥とか唐揚げとかさ、おつまみにちょうどいい料理をたくさん頼んでみんなでワイワイ飲むっていうスタイルが多いよね。うんうん。値段もそんなに高くないし、気軽に行けるから友達同士とか職場の人たちとかいろんなグループが使う場所なんだよね。日本に来たことある人なら絶対一回は目にしたことがあると思う。赤ちょうちんがぶら下がってるやつ。そうそう。あの赤ちょうちんが目印だったりする。でも今日のテーマはその居酒屋文化がここ数年でかなり変わってきてるよねっていう話なんだよね。確かに変わってきてる気がするね。まず昔の話をしようか。今の30代40代の人たちが若い頃って飲み会ってどんな感じだったんだろうね。職場の飲み会は断れない雰囲気で、1次会が終わったらそのまま2次会3次会まで行くのが当たり前みたいな。終電なくなるまで飲むのが楽しい夜みたいなイメージあったよね。あったあった。しかも上司が飲め飲めって言ったら飲まなきゃいけない空気があったりして。いわゆる一気飲みとかもその頃は普通にあったんだよね。今考えると怖いけど。本当に今なら完全にアウトだよね。健康的にも問題があるし、ハラスメントにもなり得る。あとさ、新入社員は絶対参加みたいな暗黙のルールがあったりして、断ったら印象が悪くなるって思ってた人も多かったみたい。付き合いで飲むみたいな感覚だよね。自分が飲みたいかどうかよりも職場の輪を大切にするために行く。それが日本の職場文化として長い間続いてたんだよね。でもこれがだんだん変わってくるんだよ。コロナがその変化をさらに加速させたよね。そう。まずコロナの話からしようか。2020年からのコロナ禍って居酒屋にとっては本当に厳しかったよね。厳しいなんてもんじゃないよね。緊急事態宣言が出て、お店は時短営業になったり、お酒の提供が禁止になったりして。お酒が出せない居酒屋ってもうビジネス的にかなりきついよね。メニューの半分以上がお酒だったりするんだから。閉店してしまったお店もたくさんあったよね。あの頃好きだった居酒屋がなくなってたって経験した人多いんじゃないかな。私もあったよ。近所のお気に入りのお店が気づいたらなくなっててちょっとショックだった。でもその一方でさ、飲み会がなくなってよかったって思ってた人も実はたくさんいたんだよね。正直に言うとそういう人いたよね。職場の飲み会がコロナだから中止ってなってちょっとほっとしたみたいな。その感覚って正直だと思う。ずっと義務感で参加してたけど、なくなったらなくなったで全然困らなかったって気づいた人が多かったんだよね。断る理由がコロナっていう形で与えられたっていうか。そう。行きたくないけど断れないじゃなくて、行けないから仕方ないって言えるようになったことで気持ちが楽になった人が多かったみたい。でもね、実はお酒離れはコロナよりも前から始まってたんだよ。そうなんだよ。データを見ると日本の若者のお酒を飲む量って20年くらい前からじわじわ減り続けてるんだって。うん、国税庁のデータとかによると、20代30代のお酒をほとんど飲まない人の割合がずっと増えてきてて、なんで飲まなくなったんだろうね。理由はいくつかあるみたいで、まず健康意識の高まり。お酒って体に悪影響があるってみんな知ってるじゃない。肝臓への負担とか睡眠の質が下がるとか。お酒飲んだ後ってなんか疲れが取れてない感じがするよね。そうそう、それをもったいないって感じる人が増えてきたんだと思う。あとはお金の問題もあるよね。居酒屋で飲んだら1人3000円とか4000円はかかったりするじゃない。若い世代って収入がそんなに多くないことも多いし、そのお金を他のことに使いたいって思う人も多いよね。あとは SNS の影響もあると思う。グダグダに酔った姿を誰かに写真で撮られてネットに上げられたら困るっていう意識。それわかる。自分のイメージを大切にしたいっていうか。だからコロナが来た時にはすでにお酒離れの流れがあって、コロナがその流れをぐっと加速させたって感じだね。ちょっと聞いてもいい？美咲自身は飲み会どう？好き？
私はね、友達との飲み会は好きなんだけど、仕事関係の飲み会はあんまり得意じゃないかな、正直。その気持ちすごくわかる人多いと思う。例えばさ、仕事終わって疲れてるのに、そのまま上司と飲みに行かなきゃいけないって気を使うじゃない。仕事モードのままというか。本音で話せないし、会話も気を使うよね。そうなの。完全にリラックスできないというか。で、帰りも遅くなるし、翌日仕事なのに体がしんどい。若い世代がよく言うのは、翌日のパフォーマンスが落ちるのが嫌だっていうことだよね。次の日に響かせたくないみたいな。プロ意識が高くなったとも言えるよね。翌日きちんと仕事したいから夜は飲みすぎないみたいな。あと、最近よく聞くのが、ソバーキュリアスっていう言葉。あ、それ知ってる。飲めないんじゃなくて飲まないことを選ぶっていうスタイルだよね。そう。お酒を飲まない自分を積極的に選んでるっていう考え方で、罰ゲームじゃなくてライフスタイルとしての選択。その言葉が広まってから飲まない自分が恥ずかしいっていう感覚が薄れてきた気がするよね。そんな時代の変化に合わせて居酒屋も変わってきてるよね。大きく変わったのがノンアルコールのメニューが充実してきたこと。昔ってノンアルといえばウーロン茶かジュースくらいしかなかったじゃない？今はノンアルのビールとかチューハイとか見た目もすごくそれっぽくて美味しいものが増えたよね。飲んでる人と飲んでない人が同じテーブルにいてもあんまり差がなくなったというか。それって居心地の良さにつながるよね。自分だけ違う飲み物を飲んでるっていう気まずさが減った。あとさ、居酒屋なのに食事メインをアピールするお店が増えてきてるよね。うちはご飯も美味しいですよって。確かに前は居酒屋のご飯っておつまみっていう感じだったけど、最近は食事としてしっかり食べられるメニューを充実させてるお店が増えた気がする。お酒飲まなくても居場所があるようにしてる感じ。あとは一人でも入りやすいカウンター席を増やしてるお店も増えたよね。一人焼肉みたいに一人居酒屋も普通になってきた感じがする。そうそう。一人でカウンターに座って好きなものをちょっとずつ頼んで静かに過ごす。それもありっていう雰囲気になってきたよね。ちょっと視点を変えてさ、海外のバー文化と比べてみると面白いよね。そうだね。例えばヨーロッパとかアメリカのバーって一人でフラッと入ってビール一杯飲んで帰るっていうのが普通じゃない？一杯だけ飲みたい気分の時に気軽に立ち寄れる場所って感じ。でも日本の居酒屋ってどちらかというとグループで来る場所っていうイメージが強かったよね。一人で来るのはなんとなく寂しい感じがするみたいな。でもそのイメージが変わってきてる気がする。一人でも来ていいよっていうお店が増えてきた。リスナーの皆さんの国のバーとか居酒屋的な場所ってどんな感じですか？ぜひコメントで教えてほしいな。そうだね。文化の違いって面白いよね。今日いろいろ話してきたけど、まとめると日本の飲み会文化ってかなり変わってきてるよね。飲むのが当たり前から飲む飲まないを自分で選んでいいっていう空気になってきた感じ。強制じゃなくて自分の意思で選べるっていうのはいい変化だと思うな。飲みたい人は飲む。飲みたくない人は飲まない。それをお互いが尊重できるようになってきた。居酒屋もそれに合わせて変わってきてるし、なんかいい方向に向かってる気がするよね。お酒が好きな人にとっても苦手な人にとっても居心地のいい場所が増えてきた。そうだね。一緒にいる人と楽しい時間を過ごすことが大切で、お酒はそのための手段の一つでしかないよね。うまいこと言うじゃん。えへへ。というわけで、今日は日本の居酒屋文化とお酒離れの話をしました。皆さんはどうですか？お酒好きですか？それとも飲まない派ですか？コメントで教えてください。あなたの国ではお酒の文化ってどんな感じかぜひ聞かせてね。では、今日のレイトナイトジャパニーズチャット、ここまでです。また次回も聞いてね。ありがとうございました。またね。またね。